今回は1993年に剣岳を登山中に大阪大学山岳部のパーティーのうち1人が滑落、登山計画と事故までの経緯、被害に遭った大学生の状況と必死の救助と下山までの過酷な行動、リーダーが綴った後悔の追悼文を紹介します。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。1993年11月、大阪大学山岳部は富山県の剣岳の登山を計画します。リーダーを務める3年生の A さん、サブリーダーを務める3年生の B さん、そして2年生の C さんの3名。彼らは事前にしっかりとした登山計画を考えており、顧問からチェックやアドバイスをもらうなど入念な準備をしていました。また今回の計画には予備日を2日設けており、剣岳に到着するまでに予備日を使ってしまうような場合にはその後の真砂武行きは中止することになっています。登山計画、番場島から入山。初日は早月小屋の手前にある避難小屋で1泊します。翌2日、避難小屋を出発後は標高2999メートルの剣岳に登頂。剣沢小屋まで下ってここで1泊。翌3日から4日にかけて標高2861メートルの真砂岳を越えて室堂へ下山予定。コース距離は 16.2 キロ、合計コースタイムは 14.4 時間とされており、中級者から上級者向けのコース、特に長い距離を歩くことになるので相応の体力が必要とされます。彼らはこの工程を3泊4日で進んでいく計画です。1993年11月1日、登山当日、早朝7時、番場島から入山。入山時は雨が降っていましたが、雨具を着用して歩みを進めます。標高1200メートル付近から地面に雪がちらほら見え始めます。特に危険な場所もないため、ここでは2年生の C さんを先頭に順調に前進していきます。積雪は時々膝くらいまでの高さとなっていましたが、それでも予定よりも速いペースだったため、当初は早月小屋手前にある避難小屋で1泊する計画でしたが、その先の早月小屋まで向かうことにします。13時半、早月小屋に到着。この日はここで宿泊することとします。濡れた服を乾かすこともできて好調な滑り出しとなりました。11月2日、2日目、朝7時に早月小屋を出発。この日は天候が良く、予定通り剣岳山頂を目指します。積雪は思ったよりも少なく、2年生の C さんを先頭にして歩みを進めます。剣岳手前でサブリーダーの B さんが先頭を交代。獅子頭やカニのハサミなどの難所がありますが、積雪が少なかったことで難なく進んでいくことができました。14時ごろ、標高2999メートルの剣岳に登頂。山頂は寒かったため、早々に剣沢小屋に向けて下山を開始します。15時ごろ、剣沢小屋に到着し、この日の活動を終了。ここまで順調に進んでこられたこともあり、この時点で特に疲れたり体調を崩したりするメンバーはいませんでした。11月3日、3日目、早朝4時に起床し、6時には剣沢小屋を出発。この日も天候に恵まれ絶好の登山日和です。足取りも軽く軽快に歩みを進めます。朝7時半頃、前剣に到着。山頂で景色を眺め一休み。その後真砂岳へ下っていましたが、稜線上に大岩があり先へ進むことができません。そこで稜線東側の急な雪斜面を下ることにしました。そして斜面を降り始めた直後、先頭にいた C さんが前のめりに転び、そのまま滑落。止まる様子はなく、さらに急勾配の斜面に入り、そのまま谷へと姿を消してしまいました。リーダーの A さんは C さんを助けるために自身もすぐに谷を下っていきます。谷を下っていった A さんですが、 C さんを発見することができません。手がかりとなるのは雪上に残った血痕のみでした。9時ごろ、滑落地点から500メートルほど下った地点でようやく C さんを発見。髪型には雪から岩が突き出ており、 C さんはその岩に激突して止まったと推測されます。 C さんのヘルメットには
2つの大きなひびが入っていました。 A さんが声をかけると C さんは声は出せないものの体がわずかに反応。しかし意識はありませんでした。顔のあちこちに切り傷が見られ、顔はむくんでいます。 C さんは頭痛に耐えるように頭に手を当てており、呼吸も苦しそうな様子で一刻を争う状況。これ以上 C さんが下に落ちていかないように体を固定し、救助ヘリを呼ぶことにしました。10時頃 A さんは C さんが滑落した地点まで戻り B さんと合流。この時点で C さんが滑落してから約2時間が経過していました。 B さんは上で待機中、たまたま通りかかった富山大学のパーティーに救助ヘリの要請を依頼していました。そのことを聞いた A さんですが、自らも空荷でライチョウ沢ヒュッテへ向かい救助要請。そして A さんがライチョウ沢ヒュッテへ向かう間、 B さんは C さんのもとへ行き様子を見ることにします。12時頃 A さんがライチョウ沢ヒュッテに到着。すぐに山岳警備隊に連絡を取り C さんの居場所を伝え、大阪大学にも事故の報告を行います。15時頃、滑落8時間後 C さんのもとに4名の救助隊員が到着。現場に B さんも一緒にいましたが、 B さんが C さんのもとにたどり着いた時にはすでに C さんの呼吸はなく、心臓も動いていない様子でした。 B さんはその後心臓マッサージを試みましたが、息を吹き返すことはなかったとのこと。現場に到着した救助隊員も C さんの死亡を確認。 C さんを収容袋に入れてヘリの場所まで背負って運んだ後、ヘリに C さんと B さんを乗せて下山することとなりました。今回 C さんが雪の斜面で転倒した理由については、雪が思ったより深くてバランスを崩した、もしくは履いていたアイゼンを何かに引っ掛けたのが原因だと考えられています。また天候も良かったことで下山中に油断があったのかもしれません。大阪大学山岳部は今回の事故についてまとめた報告書の中で、山岳部メンバーなどによる C さんへの追悼文を掲載しています。ここからはリーダーの A さんが書いた追悼文を一部抜粋して紹介します。 C 君の事故以前はやはり山は危険だと両親や友人から言われたりすることがあったが、用心して行動していれば絶対大丈夫だと考えていたように思う。これはある意味今でもそう思っているが、ただ不注意や突然のアクシデントによって死んでしまうということはあまり深く考えていなかったように思う。つまり山に行くことはある程度の危険を必ず持つのだということがはっきり分かっていなかったのだろう。 C 君の死によってそのような危険を冒しても行くならば価値ある参考にしなければいけないし、そうでないなら危険度の低い山に行くべきだと考えるようになった。 C 君のこれから続いたであろう人生を考え、また両親や親類、友人などの悲しみを考え、山では絶対に死んではならないし、死なせてはいけないということを肝に銘じて行動するようにしたい。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は1993年に起こった剣岳での遭難事故を紹介しました。当チャンネルでは山岳遭難、盗犯中の事件事故を発信しています。このチャンネルは過去の事例を知ることで今後の事故防止に役立てていただくことを目的として動画を作成しております。事故の関係者を冒涜するなどの意図はございません。また著作権、肖像権の侵害を目的としているチャンネルではありません。また次回の動画でお会いしましょう。